ホームセンターの木材、設定間違えると焦げて失敗します。でも大丈夫。全7種の木材で絶対に失敗しない最強の設定、完全検証しました。活性化 DIY ラボ。皆さんこんにちは、活性化です。この動画はレーザーペッカーさんの提供でお送りします。今回使うレーザー彫刻機 LP2 プラス、実は自分で買おうとしていた矢先に偶然お話をいただきました。個人的に本当に欲しかった商品だったので、すごく嬉しいアイテムなんです。ここでこれからレーザー彫刻機を使う方へとても大事な注意点をお伝えします。まずレーザーを扱う際は付属の保護メガネを必ず着用してください。数日間の検証作業中、少し光を見ただけでも目が痛くなる眩しさでした。裸眼は絶対に NG です。次に換気についてです。本格的に作業すると煙と木が焦げる匂いがかなり出ます。部屋中が焚き火の匂いになり、数日取れないこともありました。ですのでレーザーペッカー専用の空気清浄機は必須アイテムと言えます。むしろ空気清浄機がないと煙がすごいのと匂いも残るので仕事にならないなと思いました。それだったら窓を開けたらいいんじゃないかって思いますよね。扇風機を回さなければなかなか空気は外に出てくれません。クーラーをつけていたら窓が開けられない。また冬場は特に窓を開けることはできないというのを考えると、空気清浄機は絶対買った方がいいと思います。今回は活性化のロゴを使っていろんな木材に彫刻していきたいと思います。右上のプレビューボタンを押すと次のような画面が出てきます。新しい彫刻設定と一般的な彫刻設定の2つが出てきます。正直何が違うのかよくわからないんですが、初めてなので初心者向けと書いている方を選んでみましょう。解像度は 1K、2K、4K と選びますね。一番綺麗にできそうな 4K にしてみます。素材も選べてプリセットが17種類用意されているようです。でも日本のホームセンターで売っているような松、杉、SPF 材みたいなのはないですね。ちょっとよくわからないんで、一番上にあった木材っぽいバスウッド板にしてみます。これで彫刻開始。さてどうなるでしょうか。約1分ほど経ちました。お、全く彫刻されていませんね。いや、よく見るとちょっと薄いのか。これはどういうことでしょう。他の設定も見てみましょう。ストレート板は出力25、深さ10、パス1。ブラックウォルナット材は出力8、深さ8、パス1。MDF は7、11。ブナ材は10と27。竹材は出力28と深さ7。最後にポプラ材は出力10、深さ9、パス1。先ほどのバスウッド板に出力が似ていて、深さが5ほど高いストレート板でもう一度やってみます。さて SPF 材どうなるでしょうか。先ほどよりも濃く彫刻されていますね。続いて杉のケディ材もやってみましょう。比べてみると今度は結構彫刻されてますね。杉材の方が若干深いような気がします。さらにちょっと綺麗な印象があり、これならちょうどいいかもしれないですね。なので今回はパイン種製材、ヒノキケディ材、ヒノキ仕上げ材、松製材、松荒材なんかも同じ設定でやってみました。それぞれの違いを近くで見てみましょう。 SPF はパイン種製材は少し焦げが薄くて抜けてる感じがしますね。一方ヒノキ KD 材が一番綺麗に彫れている気がします。ヒノキ仕上げ材は線が綺麗に出てないところもあります。松製材は線がかすれ気味ですね。文字は綺麗。そして松荒材が一番黒く濃く出ている感じがしますね。ということで木材の種類によってこれだけ違いが出るので、プリセットだけでどれが最適かを判断するのは正直難しそうですね。実際に僕も自分の作りたいものにそのまま彫刻してみたんですが、いきなり本番でやると最初の 2,3 回はまず失敗しますね。
理想の深さや濃さになるまで10回くらいはテストを繰り返しました。だからこそいきなり本番作品で彫刻するのは本当にお勧めしません。本番でやろうとすると思い通りの深さや濃さが出なくて何度も失敗することになります。そこで今回は僕が7種類の木材を全てテストし、皆さんがそのまま真似できる木材のための設定早見表を完成させます。先ほどは初心者向けの一般的な彫刻設定を使いましたが、今度は上級者向けの新しい彫刻設定を使ってみましょう。画面の赤丸がついたところをタッチすると加工タイプや素材が選べます。今回は素材をカスタマイズにして進めます。ここで 1K、2K、4K と解像度が選べるんですが、どうやら解像度を変えても出力や深さ、パスの初期数値自体は変わらないんですよね。なぜ同じ数値のままなのか不思議なんですが、それでも実際に彫ってみると色の濃さは 1K より 4K の方が濃くなるんです。この辺りの仕組みはちょっとわからないんですが、仕上がりに違いが出るのは確かなようです。今回の実験のルールですが、出力を10、20、30、40、50、60、70、80、90、100まで固定で行っていき、それぞれに対して深さを1、5、8、10、15、20、30、40、50、60、70、80、90、100と細かく変えながら検証していきます。さて実際にやってみましょう。最初は SPF 材です。いわゆるホームセンターによく売っている 2x4 や 1x4 といったものに使われる定番の木材ですね。こんな風にレーザーでどんどん彫刻していきます。画面越しに見ても眩しいのは僕だけでしょうか。これをずっと見ると目がどんどんチカチカしてくるんで気をつけてください。さて SPF 材のテストが完了したようです。早速出来上がった早見表を一覧で見てみましょう。どうでしょうか。もう少し近くで詳しく見てみますね。この表の見方ですが、縦軸がレーザーの出力で、上から1、10、20と下に行くほど高くなっています。そして横軸が深さで、右に行くほど数値が上がっていく見方になっています。もし動画だと画面が流れて見づらい場合は、ぜひ一時停止ボタンを押しながらご自身がこれが一番好きだな、ちょうどいいなと思う彫刻の度合いをじっくり見つけてみてください。活性化としては出力50の深さ7あたり周辺がちょうどいいと思います。続いては杉 KD 材に行ってみましょう。杉は木目がはっきりしているのが特徴ですが、どう出るでしょうか。杉の早見表です。また近づいてみてみましょう。杉は年輪や節の硬い部分と柔らかい部分の差が大きいため、その影響で印字が濃く出たり逆にかすれたりしている様子がこの表を見るとよくわかります。活性化が一番好きな仕上がりは出力10、深さ15周辺です。杉の木目と彫刻のバランスがちょうどよくて気に入っています。3つ目はパイン集成材です。 DIY で棚板や机の天板を作る時などによく使う定番の木材ですね。早速結果を見てみましょう。こちらがパイン集成材の早見表です。これ実際にやってみると結構シビアですね。パイン材は年輪の幅が細かくて柔らかいところと硬いところがはっきりしています。そのため普通にレーザーを当てても硬い部分がなかなか削れず横線が残ってしまうような印象を受けます。出力10あたりの設定が一番良さそうに見えるんですが、よく見ると硬い部分が印字されずかすれて彫れていないところがまだあるんですよね。じゃあ数値を強くすればいいかというとそうではなくて、出力を上げて深さも強くしていくと今度は文字の周辺まで黒く焦げて汚くなってしまいます。そこから見出したのが出力5、深さ80周辺がいいと思います。4つ目はヒノキ KD 材です。ちなみに KD というのは人工乾燥させた木材のことで、歪みが少なく使いやすいのが特徴です。ヒノキはきめ細やかな肌触りと上品な香りが魅力で、高級家具や内装材などに幅広く使われています。さてこちらの早見表を見てみると、これまでに比べると仕上がりがかなり綺麗ですね。木肌が非常に緻密なのでレーザーが均一に入ってとても美しく印字されます。
ただこのヒノキに関しては仕上がりの好みが結構分かれるところなんですよね。濃いめでしっかり彫り込みたい方、出力を1に低く抑えて深さを60以上に設定するのがおすすめ。薄めで上品にくっきり見せたい方、出力を30、深さ7周辺あたりがいいのではないかと考えています。5つ目はヒノキ仕上げ材です。表面が滑らかに仕上げられていて、インテリア小物や家具の見切り材など見た目をきれいに見せたい場所によく使われる木材ですね。こちらもかなり綺麗に彫刻できるんですが、この仕上げ材は他の木材に比べて周辺が少し焦げやすい傾向があります。具体的には深さの数値を10あたりまで上げるだけでもう文字の周りに少し焦げ付き始めてしまうんですよね。また年輪のないつるっとした部分は感動するくらい綺麗に彫れるんですが、やっぱり年輪のある場所は木の硬さが違うので少し削れにくく残ってしまう印象があります。ですので出力100、深さ3あたりの設定が焦げも目立たず一番いい感じに仕上がると感じました。6つ目は松製材です。松は強度があって粘り強いため、住宅の梁や桁といった構造材、家具のフレームや DIY の棚板など幅広く使われている定番の木材ですね。松は年輪の幅が少なめなので刻印自体はかなり綺麗に入っています。ただ周囲への焦げが少し目立ちます。深さの数値を上げていくと焦げが上へと縦に伸びていくような出方をするんです。仕上げの焼き印としてロゴを入れるという場面だと縦伸びした焦げは致命的になってしまいます。そういった意味では刻印のタイミングや設定にかなり繊細さが求められる木材ですね。これらのことを考えると出力35、深さ8周辺がいいのではないかと考えています。そして最後7つ目は松の粗材です。これまで登場した KD 材が人工乾燥されて表面も綺麗にある程度削られているのに対して、この粗材はカットされたままで表面がザラザラしており生乾きみたいな状態の木材です。水分を含んでいて表面の凹凸もあるためレーザー刻印には向かないかなと思いきや、こちらの早見表を見てみると意外なことに比較的綺麗に刻印されているんですよね。この松粗材のおすすめ設定ですが、出力30、深さ8周辺がいいと思います。数値をしっかり調整すればこれだけ綺麗に刻印できるというのは嬉しい発見ですね。今回導き出した全7種木材の絶対に失敗しない最強の木材設定早見表がこちらです。ぜひここで画面をスクショして皆さんの DIY 作業場でいつでも見返せるようにしてください。今回このレーザー彫刻機を導入した一番の理由は、空き家のリノベーションや部屋作りをする際に僕が作ったものにカツセカのマークを刻むためです。ただの普通の木材でもロゴを入れるだけで世界に一つだけの特別なインテリアに生まれ変わります。暮らしは育てるものというカツセカの思いをしっかりと形にしてくれるとても頼もしい相棒になってくれそうです。木材は生き物なので個体差はありますが、この表と皆さんの知恵と工夫があれば必ず美しいロゴが刻めるはずです。普段こんな木材を使ってるよ、次はこの素材も検証してほしいなどリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。